はい、ではですね、今日からですね、詩編のシリーズにまた戻っていきたいと思います。So from this Sunday onwards, we're going back to our series on Psalms, the ね book of テ Psalms. サロニケのシリーズは先週でもう終わりました。And we ended our series on 1 Thessalonians last Sunday. なので、ここから1ヶ月ほどですね、いろんな有名な詩編だとか見ながら、いろんな、ね、神様についてのコンセプト、私たちについて学んでいきたいと思います。So just to let you know how we are proceeding in the next few weeks, we're going to look at a few of the particularly well-known Psalms in the book of Psalms in the Bible. はい、そして今日はですね、 To learn about 特に神様について学べる、そのような詩編です。And today we're going to look at a psalm that helps us to understand about who God is. はい、結構有名な歌詞なので、結構長いです。1から24全部読んでいきたいと思います。And it's this, we're going to read the whole entire psalm, so it'll take some time, but it's pretty well known. So はい、ではいつも通り日本語で読んでいきますので、英語の方はね、自分の聖書を開くかスクリーンの方を見て、ください。お願いします。as usual, we'll only be doing the reading in Japanese, and if you're an English speaker, please follow along on your screen or on your own Bible. はい、では一節から。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に昇る前に、何としよう、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて、どこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに飛んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が闇を私を覆え、私の周りの光を、夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、私から遠ざかれ。彼らは敵意を持ってあなたに語り、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。あなたに立ち向かう者を嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。はい、先ほども言った通りに、これはすごく有名な聖書箇所です。So as I mentioned earlier, this is probably a well-known psalm to many of us. 多くの人たちはこの詩篇を読んだときに、ここまで神様は私をしてくださってるんだ、私を形作ってくださってるんだ、って温かい気持ちになると思います。For many people, when they read this psalm, they have really good feelings that, this psalm tells us about how God knows us so thoroughly. He knows even our inward parts. Every part of me is known by God. How comforting that is. でも実はそのような反応が最初の反応なら、この詩篇の本当の意味っていうものはある意味分かってないと思います。However, if that's all you feel when you read this psalm, then it's actually a sign that you don't really know what the psalm is about. この詩篇は私たちについて主に書かれているものではありません。The reason is this psalm is not primarily written to tell us about ourselves. これはまず神について主に書かれていることです。The main point, the purpose of the psalm is to tell us about who God is. 私たちは多くの場合、聖書を読むときに自分中心に読んでしまいます。それは間違いです。
many times when we come to the Bible, we tend to look at how it relates to us, and we become the center. Man becomes the center of the Bible. でもどのような聖書箇所でもまず私たちが聖書を読むときに神について何を知らなくちゃいけないのか、神についてどう書かれているのか、それがフォーカスであるべきなんです。But we need to remember that the Bible's primary purpose is tell us about God. はい、なの So で it 今日 tells は us who God is. この聖書箇所を通して神を知るということはどういうことか、それが一番目に話していきます。And so the first point in our sermon today is to tell us about knowing God. 神の教理についてです。It tells us about the doctrine of God himself, who そ he し is. て2番目、その神に知られる私たちの存在はどういうことなのか、知られるっていうことはどういうことなのか。And the second point would be about what it means to be known by God. そして最後、神に知られながら愛されるっていうことはどういうことなのか。And our third point would be being known by God and loved by God. はい、まず最初のポイント、神についてです。So our first point, knowing God. はい、大概ですね、詩篇というものは、すごく明確な構成になっています。Often, yeah, the Psalms are written with very clear structures. この聖書箇所でも全体で神について4つのことが書かれています。So as a whole, this Psalm tells us 4 things about God. 4つ覚えておいてください。これ一つ一つやっていきます。So I want you to remember there's 4 things this Psalm seeks to tell us about God's attributes, and I want you to remember the 4 of them. はい、まず最初1から6節。So 神 the はい first section is verse 1 to 6. はい、神はすべてを知る全知の神だってことです。全知で知るってことですよ。So this first 6 verses tell us about the omniscience of God. Omniscience of God, He knows everything. all knowing And ね。 He's all. Another way to put it is はい He knows everything. 例えば all 一 knowing. 節、私たちの考えがすべて神様に知られています。We look at verse 1, it tells us everything, everything we think, everything we think about, He knows. 2節から3節は私たちの行動パターン、これからする行動も把握されています。Verse 2 and verse 3 tells us even the path that we want to take, even the way our patterns of thought is known by Him. これから決断しようとしている皆さんの決断も朝、今日コーヒー飲もうかな、お茶にしようかな、そういう決断も予測されてるんです。And then even the decisions that we make in our lives, for example, whether you're going to drink coffee this morning or not, God already knows that before you made the decision. 皆さんこれからひどいことを言うか、いいことを言うか、何かを言うことをも予測されて把握されています。It even tells us even before a word is on your tongue, whether you're going to say something terrible, say something uplifting, beneficial, all of this God already knows. はい、そして5節で面白いですね。神様の存在が前から後ろから上からも手が置かれてるって言われてますよね。And particularly interesting is verse 5, where it tells us that, you hem me in behind and before and even on top. God's hand is all around us. 要はこれはヘブル語のニュアンスで言うと陶器師のイメージです。わかります？陶器師ってその陶器にですね手を置きますよね。そして形作りますよね。I think if you look at the Hebrew, there's this sense of God's hands are all around us. He is the potter, right? And we are the clay, and His hands are forming us all around us. 要は私たちの行動、考え、思い、すべてが神様の手中の中でそれが感じられ、予測され、そして知られて見られているっていう概念です。So the concept, the picture here is that everything about us, our thoughts, our actions, the words that we're going to speak, all known by God. He feels it, He shapes it, and He's in control. はい、皆さん考えてみて、これって心地いいことですか、それとも脅威ですか。まずそれ So 考 if え you てほしい think と思う about。this, what we have just shared with you, does it make you feel comfortable? Is it something you feel good about? はい、2番目に神様については7節から12節に書いてあります。All right, so if you think about that, let's go on to the second section, 7 to 12. The next thing it tells us about God. それは偏在である神、要はどこにでもいる神という概念です。オムニプレゼントですね。はい。Right. Thanks. はい。So there's omnipresence. He's everywhere. はい、こういう面白い言葉が使われて、天に登ってもまた地の深いところを読みですね。地中深くに逃げても神様はそこにいるって言ってます。7 What 節 it から8 says here in 節。 verse, from this section onwards, David says, even if I go up to the highest heavens, even I go to the depths of the deepest places, you are there. 天って意味はある意味宇宙の果て、どっかの知らない星、まだ名前がついてない星の果てに行ってもそこに神様がいるってことです。Right, for those of us who are, a bit geeky, we think about space, how far it is, how many millions of light years away. God is there no matter
how fast you go, how far you go. 空も海も宇宙も逃げ場がないんです。神様が逃げられないんです。Yeah, whether it's in the heavens, even in the depths of the ocean, there's no place that you can escape from God. 真っ暗闇でも神様は全部見透かしてるってことです。そこに神様がいる。And there's a phrase here, in Sheol, right? Even in the darkest place, even in the depths of the earth, God is there. 18節ちょっと飛びますけども、寝てる時も起きてる時も、朝起きたら神様がそこにポッて見られてるんですよ。怖くないですか、ちょっと。So if we jump forward a little bit, verse 18, it says that, when I awake, right? When I'm awake, you are there. I'm still with you. Isn't that kind of scary? Like the moment you open your eyes, God is right there. はい。3つ目。Alright, the third thing it tells us about God. 13節から18節は全能の神について書かれています。全能の神。From verse 13 to 18 tells us about the omnipotence of God, the power of God. はい、例えば13節が15節です。私たちの内臓も私たちの体の構造もすべて組み立てられ作られているってことですよね。神様によって。Right, the way it describes even our innermost being, my frame was not hidden from you, you knitted me together, my inward parts, in verse 13, my inward parts, you knitted me together. しかもそれは神様の力によって機能しているってことです。要は心臓の鼓動ですら神様が保ってなければ機能しないってことなんです。And it doesn't just tell us that God made those parts, but there's a sense that God is actually causing those parts to keep functioning. で、先ほどの上からも前からも後ろからも形作ってくださるってことは、ある意味私たちのアイデンティティ、性格、パーソナリティ、すべても神様によって、神様の力によって形作られ、形成されているんです。And again, that picture of the potter, molding the clay, he is the one who shapes us, not just how we look, but even our personalities, our character, our tendencies. He knows it and he's shaping it. 私たちの魂がそれを知っているってダビデ言ってますよね。So David uses this phrase here. He says, "My soul knows it very well." はい、14節、苦しいほどに作られている。その苦しい、英語で言うと wonderful。Right, there's this phrase, that he uses. I'm wonderfully made, wonderful. はい、実はヘブル語のニュアンスで言うと set apart、特別っていう意味なんです。There is a nuance, this word in Hebrew that has a sense that I've been set apart by you. 要は一人一人特別に完全にユニークに神様によってデザインされているということです。Tells us God created each one of you, each one of us uniquely. Each one of us is set apart. We have our unique purpose. 16節では皆さんの人生が始まる前からストーリー、皆さんの人生のストーリーが描かれているんです。And verse 16 tells us the wonderful truth that really the story of our lives is known by God even before it began. 木村隆太という人生がもうすでに出来上がってるんです。That the life of Kimura Ryuta or Victor To has been written already. 素晴らしいですよね。その物語がもう描かれてる。That story has already been written. Isn't that wonderful? 4つ目の神様についてのこと。But then the fourth thing that we are told about God. これは結構見つけるのに、大変だと思います。I think if we really look at this, it's pretty scary. 19節から22節。So from verse 19 to verse 22. なんかダビデのここで口調が変わりますよね。いきなりなんかフルストレーションを表してますね。悪者よ、なんで神様罰しないんですか、殺してくださいとも言ってます。敵だとかそんなこと言ってますよね。As you read this psalm, you kind of come to if you read it just straight this way, you feel like, oh, what's happening? Why did David suddenly change his expression? He talks about slaying the wicked. Oh, men of blood, depart from me. Why is he saying 今まで these 神 things? 様のことをずっと言ってきたのにいきなり自分のことなのかって思いませんか？ That he's been telling us all the verses before, telling us all these things about who God is, His attributes. Why is he suddenly saying these things? 実はダビデはただ神様の視点から自分の視点に変えているのではなくて、神様のことについて引き続きあることを示しています。But actually, David is being consistent. He hasn't changed this perspective. He isn't suddenly changing to from his perspective, but he's continuing in his aim to tell us about God. ダビデは結局こう言ってるんです。もし神様が全知全能の神であり、どこにでもおり、そしてそのような神であるなら、なんで人間たちはそのような聖なる神です、裁きの聖なる神を無視できるんだって主張してるんです。That David is saying here that if God
is as he has described, a God who's everywhere, who knows everything, who can do anything, and he's that all-powerful, all-knowing God, and he is holy and righteous. Why is it that man can be like this? Man can be malicious, man can be wicked. そんな神をからなんで無視して反抗しようとするんだって訴えかけてるんです。And he's saying, how could man ignore such a God, such a holy and righteous God, and perform these wicked acts? 要はそのような神が実在するなら、その神を無視すること自体がinjustice、不正だ、間違ってるって主張してるんです。And he's saying here that if there is such a God, then for human beings to ignore this God, to ignore his presence, his existence, is itself wrong. It is an 要は injustice. ダビデは人類に、これを読む人々に、神から逃げるなよ。こんな神から目を背けるなって訴えかけてるんです。So here, David is actually making a point to all the readers of this psalm, the rest of humanity, that don't run away from this God. Don't ignore him. よく考えてみろって言ってるんです。Think deeply about who this God is. こんな神がいるなら、私たちの人生は中途半端であっちゃいけないんです。If this is the God who exists, then we cannot live our lives in any mediocre, half-past-six way. 従うか従わないかどっちかなんです。You either obey him completely or you don't. 神の敵になるかまた神側につくかどっちしかないんです。This God is there, then you either become his enemy or you 要は become ダ his ビデは friend. まず神様を絶対に逃げることができない現実、リアリティとして私たちに提示してくれています。David here is telling us this reality that we can never run away from God. だからもう一度皆さんに聞きます。So I want to ask you all again this question. こんな神を知ったときに皆さんはどう反応しますか？ When you know that God is like this, what's your response? これでも、神様感謝、私を知ってくれてありがとう、はってなりますか？ Would your response to, this kind of a God that has been described here be, such a great God. Oh, it's wonderful. ダビデですらそのように反応していません。Because that was not the way David responded to God. 神に知られるっていうことは全く別次元なんです。そのような神に知られてるっていうことは全く別次元の問題です。Because to him, to be known by this God, to be known like that is something on a totally different level. それが2番目のポイントです。What kind of level is that? We're going to look at that in our second point. はい。まず6節。そのような知識は私にとってあまりにも不思議で高いってダビデ言ってますよね。Right, in verse 6, he says, such knowledge is too wonderful for me. It is high and I cannot attain to it. 日本語ではその後に14節。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいとも言ってます。And then as he talks about this, he says, I praise you in verse 14. I praise you for I'm fearfully and wonderfully made. There's this phrase, fearfully. 別の言い方をするとダビデはこう言ってるんです。神様、あなたの存在はトゥーマッチだって言ってるんです。もう耐えきれないほどとてつもない存在で、もうある意味心地悪さを言ってるわけです。So if you look carefully, then here we can sense David's, what he's trying to say is like, this knowledge is too overwhelming. I cannot bear it. It's to the point of making me uncomfortable. 私たちのまずそのような神に対する反応というものはまず恐れです。To the real God who is there, our first response should be fear. なぜ恐れるんでしょうか？ Why should that be? 皆さんこう考えてみてください。I want you to think about it this way. もし今日の朝10時、12時か12時15分、Eメールがピーンってきます。Imagine if this, right this moment at 12:25, an email comes in. そして神様からの Eメールです。And the mail is from God. そして今日皆さん起きてからこれまで考えた考えが全部 Eメールで載ってるんです。And if in that email God says, this is what you were thinking, everything that you were thinking since you woke up in the morning. やばい、恥ずかしい考えも入ってます。しかも赤字でハイライトしてるかもしれません。Yeah, all of your thoughts, the most embarrassing ones, the ones that you don't want to be known, and highlighted in red. たったの起きてから5時間、4時間ぐらいしか経ってないですよ。And it's just been 5 hours, not longer than 5 hours since you woke up. おそらくその E メールを見た途端、今日一日もう崩れます。もう、But if you なります。you read that email where God tells you all the thoughts about you, you would be done for. You wouldn't be able to stand. またこう考えてみてください。誰かが皆さんの全部のパソコン、iPhone にある情報を知ってたらどう思いますか？
Think about it this way then. If you use your phone a lot, if everything on your phone was known by somebody else, インスタグラムの履歴全部分かってるんです。that all of the history on your Instagram account, everything you've ever 誰 written, のプロファイルをちょこっと見て、いやこれ見ちゃいけないって閉じた、そういうのも分かってるんです。even those things that you saw and that you kind of wanted to linger longer and no, I shouldn't be looking at that. アマ Even ゾン that で was being known. カゴに入れて、いやちょっとやめようって思ったそのリストも載ってます。Or the things that you put on your secret, private Amazon wish list that nobody should see. その人がじゃあある意味ハッカーですよね。ハッキングして皆さんに俺は全部知ってるよってなった時どうなりますか？ Right? If a person who knows how to hack into your machine comes and with an email says, I have all this information about you, その人は優しい存在ですか？ how would you feel about that? How would you think about the person who sent you that? Is he a good guy? Is he a nice guy? おそらく脅威に思います。You would immediately feel threatened. なぜでしょうか？ Right? Why is that? 知ることは力であるからです。It's because when you know something about somebody, you have power over that 特に皆さ person. んこの情報社会でそれを分かっていると思います。この世である意味一番トップな権力を持っている会社って何だと思いますか？ So I think you all understand this in our information age right now, where what data is who do you think is the most powerful company in the world? Google とかまたイーロン・マスクのテスラかもしれません。いろんな情報を持ってますよ、私たちは。 Yeah, it's those companies that possess all this information about us. 要はその情報があまりにもパワフルだから Google は当初 Don't be evil 悪になるなってそういうモットーも掲げてました。 Right? And so one of those companies would be Google, and Google has this saying in their company as a motto, like I think Don't be evil, yeah. Right? はい。要は全てを知ってる存在っていうものはある意味一番権力を持った存在ですよ。The person or the group that holds all of the information about the world, that's the most powerful. そして私たちは彼らを信頼できないがために恐れるんです。And then when we don't trust those companies, those organizations, when we cannot trust them, so we pull away from them. ある、哲学者、僕何度も使ってますけど、ジャンポール・サルトルさん、彼は無神論者がこういう例えを使いました。So I want to give you a quote from Jean-Paul Sartre. It's not a quote, but an example. Yeah, an example that he's used. He's an atheist. はい、彼こういうことを言いました。私たちは、ある部屋、誰かがいる部屋で、外からその部屋のドアの鍵からその人を見ている限りは、私たちはエンジョイできるって言ってたんです。要はその誰かの秘密をその本人が気づかないところで見ている限りは、ある意味自分が権力を持った感じになりますよね。Yeah, he gives us an example like if there was a scenario where we could see secretly look at somebody in a room, we'd have this feeling of we'd be able to enjoy it because we know something about that person. そうですよね。その人が知らないことを私が知っているっていうそういう立場です。要は優勢に思うんです。That we feel ourselves in a superior position because we know something about that person and the person doesn't know that we're looking at them. でも他の誰かがまたその後ろから他のドアの穴から自分が見られてるって思った瞬間、気づいた瞬間にそれがエンジョイできなくなるんです。But then if we realize that somebody else is doing the very same thing to us, that we are actually being watched, we immediately lose any enjoyment of that なぜでしょうか？ Why is that? そっちの人が権力があるからですよ。Because then we know somebody else has that superiority over us. 要は私たちはそのように全てを知る存在に耐えられないんです。So we are not able to stand this. Sorry, can you say that again? 私たちはそのような全てを知る存在に耐えられないんです。We can't stand, endure. Right, we cannot endure the fact that everything can be the being that knows everything about us. なぜかというとそれは全てを知られることは私たちにとって非人道的だからです。Because to be known that thoroughly is not humane. だからサルトルさんは無神論者になったんです。そんな存在は存在しちゃいけないって結論付けてしまったんです。Actually, that was the conclusion for Jean-Paul Sartre. He thought there cannot be such a being who knows everything about us, so God must not exist, and he became an atheist. 言ってる意味わかりますか？そういう存在いちゃいけないって結論付けちゃったんです。神は。In his mind, in his philosophizing, this kind of a being should not exist. It's too dangerous. It's too そして awful. いたとしても私たちは逃げようとして、そして隠れようとします。ダビデがそう思ってたように。
That if there was really such a being, we would want to run away from him. We would want to hide from him. ダビデは7節 That's what 逃げようとします。 David thought. どこからどうやってあなたから逃げられるでしょうかって正直に言ってます。 So that's why we see King David, who wrote the psalm, he was actually expressing his feelings of trying to hide from such a God. そしてどうすれば隠れて覆い隠すことができましょう。闇に隠れることができましょうかって。 And he wrote about how he would try to hide from him, like, if I make my bed in Sheol, if darkness covered me, the light about me be night, that would not be dark to you. He thought about these things. 神から隠れて逃げる、どっかで見ませんでしたか、皆さん。To hide from God, to run away from God, doesn't that remind you of something? どこでしょうか。創世記の3章です。 What does that remind you of? Genesis 3, アダムとエバです。 Adam and Eve. 私たちのまず問題はそこなんです。私たちは神から逃げようとするのが自然なんです。That's our main problem, that we want to hide from such a God. ルカの23の30にこういう箇所があります。イエス・キリストがその時って言ってます。その時、人々は山に向かって私たちの上に倒れ、崩れ落ちよ。丘に向かって私たちを覆えと言うだろうって言ってます。And Jesus said this in Luke 23, verse 30. Let me quickly pull it up. He said, at that time, You will call to the mountains. right, for behold, the days are coming when they will say, blessed are the barren. Okay, and then in verse 30, they will begin to say to the mountain, fall on us, and to the hills, cover us. 要は私たちが本当に神様に出会った時に私たちはもう山すら私たちを隠してっていうふうに叫ばぬのが自然だって言っていることなんです。So when we come face to face with this God, we want to be covered. We would even cry out to the mountains, cover us, don't hide us. 皆さんこういうふうに言う人がいます。なんで神様は人々を地獄に送るのかっていう人がいます。I think often I get this question, we ask this question, why would God send anybody to hell? 神様は私たちを地獄に送ってないんです。私たちが神から逃げて地獄にまっしぐらいに逃げてるわけですよ。But then God is not the one who wants to send us to hell. We are the ones who actually, in running away from God, are heading straight for that place. 恥ずかしく、そして自分をさらけ出すことができないからです。Because we are ashamed, we don't want to be known, and we don't want Him to be exposed by Him. Exposed to God, we run there. はい、なので私たちの問題は神から逃げようとすること、それが一つ目です。So our problem, the first point is that we are trying to run away to hide from God. 知られたくないというのがまず最 We 初の want ポ to イ be ント known. です。Okay？ でももう一つ問題があります。But at the same time, we have this other problem. それは誰にも知られないという状態を怖がっているということです。That we are actually really afraid of not being known at all. 知られたくないんだけども、完全に知られない存在ではいたくないということなんです。That we don't want to be known, but we also don't want to be not known. 考えてみて、誰からも知られない存在。Can you imagine, yourself not being known by anybody? 誰も自分のことを知らない、この世界で知らない状態になったらどうなりますか、皆さん。That if you were living in a world where nobody knows anything about you, nobody 誰も気にか cares けな about い。 you. いるってことすら気づかれない。 When ググ nobody っても even 自分の cares, 名前が出てこない。 nobody even cares whether you're alive or not, whether you're still here or not. If you search yourself on Google, it does 誰 nothing も comes up. 挨拶せず、要は自分の価値がなくなるんですよね。 If nobody ever greets you, nobody acknowledges who you are, your worth disappears. ある例えがあります。ある生徒がですね、最近、一緒にバケットリストっていうそういう映画を見たんですね。So yeah, recently I had an experience of watching the movie Bucket List with a student. でそしてある生徒がバケットリストというのはその人生でやりたいことリストですよ。はい。And in that movie, it was like all the things that you want to do before you kick the bucket, right? That's the point of the movie. はい、バケットリストでその中でそこでその映画の後でその生徒に質問したんですね。あなたのバケットリストは何ですかって質問しました。So we had a discussion, and one of the questions was, what would be on your bucket list? You've そ watched した the ら movie. 彼はこう答えなんです。将来息子ができたら自分の息子が自分の名前をググった時に自分の存在が書かれている。 And それがゴールだって言ったんで his す。 goal in his life would be that I want to make it to a point where if my children search for me on Google, my name would appear on top. Yeah. 要は私たちは知られたくないと同時にどこかで自分の名前を残したいんです。自分が存在してたっていう証拠をこの
世界に残したいというのも自然です。So we want to be known. We want to leave a legacy. We want people to know something about us, and even after we die. これって問題ですよね、皆さん。So then we run into this problem, right? 知られたくない。でもちょこっと知られたい。We don't want to be that known. We don't want to be known by people, but actually we do want to be known. このジレンマに僕らずっと生きてるわけです。これがある意味人類の根本的な問題かもしれません。So we live in this dilemma, and in a sense, this is the dilemma of the whole human race. 知られたい。知られたくない。でもちょっと知られた愛されたいっていうんです。We don't want to be known for, we want people to know everything about us, but at the same time, we want to be known, we want to be loved. そうなると私たちはある意味、特に日本人、クリスチャンでも神様との距離感をちょっといい感じの距離感で置こうとするわけです。So this leads to this problem even for Christians, right? Like we would want to keep a certain distance. We want God's love, but we also want to keep a certain distance, an appropriate distance from Him. 神様、私の祈りは聞いてくださいと。We pray God. We hope God would hear our prayer. でもそこまで教会のコミュニティに入りたくないし、ちょっとそこまで使いたくないし、ちょっといい感じでクリスチャンでいてさせてくださいってやってませんか、皆さん。I want God to answer my prayer, but I don't really want to be that committed. I don't want to become, so fully into church and community with other Christians. So we keep that distance. Aren't we, in a way, doing that? なんとかちょこっとクリスチャンでありながらちょこっと神様にある意味受け入れられるぐらいの生き方をしながらでも自分勝手にやりたいんですよ。That we want to be accepted, live an acceptable Christian life and to just kind of do the Christian thing, but we don't really want to fully commit to God. それがある意味私たちの現実でもあります。クリスチャンでもですよ。So in a sense, that is often our reality, even for Christians. コミュニティにダイブインしない私たち、しっかり使えようとしない私たちがいます。That there's a part of us that doesn't want to be fully known by other people, to commit to a community, a group of people who knows us and to serve God. でも同時に完全に知られ、完全に愛されたい。神様以外からどうやってそれをゲットできると思いますか、皆さん。But then we want to be fully known and fully accepted, fully loved. But apart from God, who else can give that to us? 誰でしょうか。Who else would be able to love us? そこまで全知全能かつとてつもない愛を持っている存在、神以外で誰がいると思います？ Is there any other being in this whole universe who could, love us so completely while knowing everything about us? Nobody but God can do that. でもそれをしようとしているのが私たちなんです。神から逃げ、この世でそんな状態を自分に持っていこう必死なんですよ。But we are actually, living in such a world where we are also trying to run away from this God. でも面白いことにダビデはある意味それを自覚しながら感謝してますよね。But then King David, when in this psalm, somehow while he knows this God is like this, he's able to give thanks. どうやってダビデはそのバランスを取ったんでしょうか。How did he do that? While he knew the fear of being known by God, he was able to give thanks. どうそのジレンマを解決できたんでしょうか。So how did David solve that dilemma? それ知りたくないですか。We want to know how he did it. マジで。Right, don't you? 完全に愛され知られ、そして安心して自分が自分でいられる。もう自分を装わなくていい。いちいち働きすぎなくていい。自分を作らなくていい。そんな状態に持ってきたくないですか。To be in a place where you can be completely known for who we are, all our weaknesses and everything about us, but still loved. Where we don't have to make our own identity, we don't have to work too hard to be somebody that we are not. いちいち批判された時に反応しなくていい自分になりたくないですか。Don't you want to have that, to be able to have that self where you're not responding to every criticism that comes at you? ハッカーに全部全てを知られても全然余裕でいられる自分になりたくないですか。Wouldn't you want to be a person that even if you were hacked by someone and everything about you was known and leaked to the world, you would be comfortable, you would be fine? それが最後のポイントです。And that's where we come to our final point. 神様に愛されながら、そして完全に知られる。どうすればいいんでしょうか。How can we then be both known by God but also completely loved by Him? 面白いのは、まずダビデ、ちょっといろいろな面白いところがです。まずダビデは、最初は神様、
その知られること怖いですって言いながら23節と24節で何て言ってますか？ So David in this psalm says some interesting things. First, he says, I'm trying to run away from you. Where can I hide from you? But what does he say finally in verse 23? はい、私を知ってくださいって呼びかけてます。Isn't it interesting that in verse 23 he says, "Search me and know me." もう知ってくださって大丈夫ですって自信を持ってます。Yeah, he came to a place where he had that confidence to say, "Yes, God, please know me." 要はまずダビデが最初にしたこと、まずこれが一つ目のアドバイスです。まず神から逃げずにとことん向き合ってくださいっていうのがまず最初のアドバイスです。I think the first piece of advice we receive from David is this: don't run away from this God. Honestly face this God who knows us. 自分のフルストレーションに向き合ってください。Even if you're frustrated by it, even if you don't like it, face that reality that He knows 人 us. 生のあるとあらゆる疑問を神様にぶつけてください。That everything in your life, every struggle or frustration that you face in life, bring it to God. ダビデはある意味恥ずかしい祈りをしてますよね。敵を殺してくださいとまではっきり言ってるんですよ。In a way, here David gives us an example of how he prayed even an embarrassing prayer, right? He prays that his enemies would be slain. 誰かを殺してくださいって前回祈った方いますか？ Have any of you ever made such a prayer? 別にI wish this person was killed. それに答えてって言って祈ってるわけじゃないですよ。でもそこまで神様に自分のフルストレーションや思いを、ダークサイドをぶつけたことってありますか？ But I'm not saying that you should pray for people, somebody to be killed, but have you ever brought such a prayer where your dark side, your darkest thoughts were brought to God, honestly? なんかジョノはあるらしいですけども、はい、なんかリュウタを殺してくださいって祈ったかもしれません。冗談です。I miss that little culture. Yeah, Jonah was somebody who might pray that his dark side would be known. 何を言ってるかというと、自分は何の裏に隠れようとしてるのかっていうことにたどり着くための祈りですよ。何に隠れてるのっていうことです。This is a prayer where we can be so thoroughly exposed to God that we could see what lies behind, our problems, and we can see the depth of it. No, what you are trying to hide. I'm sorry. what behind です。何に隠れようとしてるのか、それに気づく祈りだってことです。That it would be a prayer that allows us to be able to see what the thing is that we're trying to hide from. アダムとエバがイチジクの葉っぱで隠しましたよね。あなたにとってのイチジクの葉っぱって何ですか？ Adam and Eve, remember, when they were known by God, they had to cover themselves with fig leaves. So what are your fig leaves? もしかしたら働きすぎることで神に向き合わない人生を送っているかもしれません。Perhaps your fig leaf is that you're hiding behind work and you're working too hard and using work as an excuse not to face God. または逆かもしれません。働かなくて怠けることによって人生のリアリティ、現実を無視しようとしているかもしれません。It could be the other side. You could be completely not working and using not working as a way to not face the reality of life. 人間関係から逃げることによってそのジレンマから逃げようとしているかもしれません。That perhaps you're trying to escape using various ways to escape from this dilemma of being known by God. または人間関係に依存することによってその問題から逃げようとしているかもしれません。Or we could be depending on people and ending up becoming too dependent, codependent. So in order to help us cope with this dilemma. 皆さんのイチジクの葉っぱは何ですか？ So what are your fig leaves? 知られなくていいように何とか生きようとしているそのメカニズムは何ですか？ What are the things that you're relying on and mechanisms in your life that you're using to help you to hide the things that you want to hide from? そして8節10節、特に10節、ダビデのここは多くの神学者たちが10節でダビデの口調が変わってるって指摘しています。In verse 8, No, 10. Verse 10, many commentators, many theologians have observed that here there's a change in David's tone. 今まではフルストレーションを表してたんだけど、でもダビデはこう言ってますよね。そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えますって言ってます。Here he says, even though he's been venting his frustration or his fear of wanting to hide from God, here he says, in verse 10, that even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. いくら逃げても隠れようとしても神様がタラーってハローって出てくる。
って言ってるわけですよね。You know, David trying to run here and there to hide away from God, but wherever he goes, God's hand is there. そして掴んでくれる。And God's hand 捉えてくれる。 is holding him. ここでポジティブに変わってます。And here, you know, he uses this phrase that is in a positive sense. 要 God は is holding him, 質 sustaining 問は him. そうです。なぜ神様はそこまで私たちを追っかけるんでしょうか。 So then this is a question. Why would God bother to do that? Why does God keep pursuing us? それはローマの一章にこう書かれています。And this is what it tells us in Romans chapter 1. ローマでは私たちが本当に欲しいもの、それは神から逃げることですよね。そして自分自身が神になること、それをゲットしてしまうのが一番最悪の出来事だってローマの一章言ってます。Yeah, in Romans chapter 1, it says that, you know, we are pursuing those things that we want and things that are making us run away from God. No, the worst thing that can happen to us is getting what we want, which is running away I'm so from sorry. God. Yeah, my brain. Yeah, so that's the worst thing that can happen. そうですよね。要は、ある意味ジレンマはこうです。私たちが本当に欲しいものが自分に必要のないもので、本当に必要なものが自分が欲しくないものなんです。So our real problem, our dilemma is that the things that we really, really want are the things that actually aren't good for us, we don't need it, and the thing that we really need, yeah, is the very thing we're trying to run away from. That we don't want. And we don't want it. どうすればいいんでしょうか。 So what do we do about that? 何が変わればいいんでしょうか。 What do we have to change in order to change this problem? ここの10節で右手、神様の手、右手という表現が使われています。In verse 10, there's this expression of the right hand of God, your right も hand. うこのコンセプトはめちゃくちゃ素晴らしいコンセプトなのでいろんな意味がありますけれども、一番重要な、意味はこうです。So this expression of the right hand has many, many layers of meaning, and I want to tell you this. まず神様の守り、神様の勝利、神様の救い、そういう意味があります。So the right hand signifies the protection of God, the victory of God, his Salvation. victory and his salvation. 神の右の座に座るということは神様と同等の力を持っているというそういう意味でもあります。And then there's this expression of being seated at the right hand of God, you know, being equal to God in that sense. ダビデは詩編の110でこう言いました。私の主は私の主に言った。あなた方の敵を足元に置くまでは私の右の座に座っていなさい。要はイエス・キリストのことを指しているわけですよね。Where in Psalm 110, David wrote in another place, he says, The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. 要はダビデはある意味その神の手、右手っていう概念を把握してたと思います。So I think David was somebody who really understood what it meant by the right hand of God. そして一番重要なその右の手の象徴は、それは苦しむメシア、これからやってくる苦しむメシアの意味なんです。But then the most important meaning of somebody who's at the right hand of God would be the suffering servant. どういうことでしょうか。 Yeah, so what does that mean? What does the right hand signify, the suffering servant? そのメシア、私が知っているようにイエス・キリストです。For all of us Christians, we know that suffering servant is the Messiah, is でも Jesus. イエス・キリストは創造主であるのに創造物になって人間となってきました。Jesus Christ is the creator, God who became a created being. そして十字架にかかりました。 He was born into this creation, he came into creation, and he was hung on the cross. 彼はまずすっぱだかにされました。 On the cross, he was completely stripped naked. すべてを知られた状態です。 He was completely known. で People も could see everything about him. でも愛される代わりにバカにされました。 And instead of being accepted and loved, he was mocked. あざけ笑ったんです、人々は。 People laughed at him. 一番私たちが恐れることです。 The thing that all of us are most afraid of, Jesus experienced it. 十字架にかかった時に空が真っ暗になりました。 And then when he was on the cross, the sky became completely dark. 闇に覆われたんです。 That Jesus Christ went into the deepest darkness. 私たちが求めてたことです。 The very thing that we had been going for. そして彼こう叫びました。神よ、なぜ私を見捨てたんですか。 In that moment, Jesus Christ cried out, My God, why have you forsaken me? 私たちが求めてたことです。神から逃げたい。神がいない世界に逃れたいですよね。The very thing that humankind had been trying to do, trying to run away from God, trying to
forsake God ourselves. 要は十字架を見たときに私たちのそのような神から逃げる人生の結末がわかるんです。When we look at the cross, we can see the conclusion of our lives if we continue to run away from God. 英語で言う表現ですけども、Creator became uncreated。要は創造主が創造物として崩れていった、存在が消えていった瞬間でした。Yeah, one expression, a particularly rich expression that tells us what happened on the cross is that the Creator became uncreated at that moment. The Creator Himself became ある意 uncreated 味 on それ the が cross. 地獄です。地獄という場所は私たちの存在が消えてなくなるような、永遠にその感覚、自分が消えていくような存在の感覚を永遠に体験するような場所です。And the cross really gives us a very vivid and horrifying picture of what hell truly is. That place where we are continuously, while we're created by God, we're trying to run away from Him and then continually experiencing that decreation being forgotten。 and being forgotten by God. 存在がなくなっていく感覚です。That place where our existence just gradually, continuously for eternity ceases to be. そんな十字架の状態を見たときに誰が神から逃げたいと思うでしょうか。And when we look at this cross, then who wants to run away from this God? 誰が地獄に行きたいと思いますか。 Who would want to run to hell? じゃあどうすればいいんでしょうか。神様に戻れるんでしょうか。はい、わかりました。神様はもう地獄に行きたくないから神様戻りますってできますか。When we look at the cross, and do we just suddenly turn around and say, God, no, I don't want to go to hell いや、 anymore? 私たちにもう一つの問題があります。But we have one more problem. 恥ずかしい。That we are still full of shame. 自分は自分でないっていう感覚。That I am not fully who I am. だからイエス・キリストが私たちの代わりにすっぱだかになったんです。彼の義、彼の正しさ、彼のアイデンティティ、彼の完璧な人生を私たちに着せてくれたんです。That I cannot come to God as I am, but Jesus Christ, took my place and allowed me to wear His righteousness over myself to cover my shame. だから神様の前に恥ずかしさもなく、目の前に立って自信を持てるんです。This is the reason why we can stand boldly in front of God just as we are, with our shame. 知られることをある意味謙遜に受け入れ、そして同時に愛されて、認められ、受け入れられている状態です。That everything about us being known by God, in a way, it makes us humble. We know all our sin, all our weakness is being known, but we are able to stand confidently before God. その福音、その事実を本当に分かったとき、皆さん、人の目を恐れなくなります。If we really understood this wonderful truth about the gospel, we no longer need to care about what people say 誰 about にも us. こびなくなります。 We no longer want to avoid anyone. どの人間関係からも逃げなくなります。And we no longer need to run away from any ま human た、どの relationship. 人間関係にも依存することがなくなります。 No longer need to depend on any other relationship. ある意味、その瞬間、初めて自分を知れるんです。So in a way, that means at that moment when we understand the gospel, we really understand ourselves. なぜでしょうか。それまでは自分じゃないものをいろいろくっつけて、石軸の刃でくっつけて、自分じゃない要素を取り入れてきたからです。And the reason for that is because before we understood the gospel, we were trying to add to ourselves the things that were really not ourselves. We're trying to make ourselves right by adding elements, borrowing elements to make our identity with things that are not true. ぶりっ子やってますよね。本来以上に可愛く見せようと、本当の自分じゃないのにそのように振り回ってます。Like so many young girls, they're doing that, right? They're trying to make themselves look cuter than they actually are. They're not satisfied with the way they look. かっこつけてます。男性たちは車見て、すごい車でしょ。車があたかも自分のアイデンティティの一部かのように振る舞ってませんか。 And we do that as men too, right? Like, look at my car, look at how wonderful it is, as if that知識、 defined who I 教 am. 育、資格、私たちのアイデンティティの一部じゃないですよ。 That's the same for our education, our qualifications, everything. Those things become our source of identity. ある意味、本当の正しい決断ができます。 So in a way, then, when we know the gospel, we can make the true, right decisions. 知恵を持てるんです。 So we hold, sorry, We can have a wisdom. we in have God. wisdom, sorry. True wisdom in God. 今日、神様を知ってください。 So today, I hope that you will know God. それ以上に知られてください。
and to be known by Him そ more れを受け than, 入れてください。 and then receive that. そして本当の意味で愛されてるイエス・キリストを通して愛されてるって自覚を持ってください。 I hope you can realize that Jesus loves you. He truly loves you as you are. 一緒に祈っていきましょう。Let us pray.